はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、トヨです。本日はドリッパーの紹介をします。それがこちら。じゃん。コーノというドリッパーなんですけども、一見形的にいつも使ってるハリオの V60 に似てる部分はあるんですけども、様々なところが違いがあるので、その違いを具体的に説明していきたいと思います。このコーノのドリッパーの特徴としては、味の安定性がものすごく期待できるドリッパーです。なので、自分の注ぎ方で毎回味がブレてしまうっていう人ならば、もしかしたらお勧めできる商品かもしれません。ただ、味の安定はできるんですけども、簡単なドリッパーというわけではないので、その理由も入れ方も含めてご説明させてもらいます。この下にも書いているんですけども、名門って書いてあるんですよ。名門ドリッパーとして有名なドリッパーで、昔から多くの喫茶店でも使われているドリッパーなんです。なので、家庭でもプロでも幅広く使われているドリッパーなんですね。では、この構造であったりとか歴史であったりとか、ハリオと比較した内容をご説明していきたいと思います。はい、それではね、コーノ式ドリッパーの歴史をお話ししていきたいと思うんですけども、1925年創業のコーヒーサイフォン株式会社という会社が出しているドリッパーになります。その名の通り、サイフォン式と言われるコーヒーの器具を作った会社様です。公式のサイトに書かれている文章をちょっと読みながらお話ししていきたいと思うんですけど、コーヒーサイフォンについて、初代社長、河野彬は、九州帝都大学の医学部助手時代に赴任したシンガポールで飲むコーヒーの味に満足いかず、凝り性で研究熱心な性格から自分の納得できるコーヒー抽出機を作ることに没頭しました。気が合いそうです。凝り性なところとかね。自分が美味しく思えないコーヒーを美味しくしたいっていう気持ちから豆ではなくて抽出機を研究する人だったんですね。帰国後も医療用品の輸出会社を設立する傍ら、研究に研究を重ね、コーノ式コーヒーサイフォンと命名した商品を開発し、販売し、世の中にコーヒーサイフォンが登場しました。道理でというか、サイフォンを一番初めに見た時に、理科の実験に出てくるような作り方っていうのは率直な感想だったんですね。だって医学部の助手で医療用品の輸出会社にね、勤めている人が開発したものだから、そら理系寄りの作りになるよね。もともとコーヒーっていうのは理系の考え方なんだけど、で、そこでサイフォンが登場しました。2代目の河野俊夫は、コーヒーサイフォンを改良しつつ、コーヒー器具を作るにはコーヒー豆を知らなければならない。そうなんですよね。その観点に立ち、コーヒー焙煎の研究を進める中、簡便なペーパーを使用してネルドリップの味わいを再現する抽出器具を開発し、5年の歳月を経て名門フィルターと名付けた円錐型フィルターを販売しました。サイフォンってお店で使うイメージというか、手軽にお家で入れるイメージはないと思うので、2代目が手軽に入れるようなものを作ろうと。ネルドリップ、これは確かね、フランスだったかな。ネルドリップに近いというか、ネルドリップの味わいを再現するためにフィルターを作ったということですね。平成10年に3代目が従来プロユースだった名門フィルターにさらに2度の改良を加え、一般のコーヒー愛好家にも扱いやすい MDN 型、MDK 型を進化させたと。また、自社の器具の正しい使い方や焙煎技術を伝えたいという思いから、焙煎技術者養成講座、現、河野式コーヒー塾をスタートさせ、後進の育成にも力を注いでますと。独自の焙煎理論、技術を反映したオリジナルの焙煎機も開発し、コーヒー塾にて理論と技術を習得した塾生へ提供しています。初代から3代目にわたって引き継がれている徹底した器具作りの DNA によってコーヒーの持ち味を素直に引き出すために飽きなく努力をこれからも続けていきますと。明日はもっと美味しくなる。とてもいい素晴らしいヒストリーだと思いました。このドリッパーだけを見ると多分2代目の河野俊夫さんがね、開発したんだと思いますね。ネルドリップの味が多分良いと思い、その味を再現したいので、このドリッパーを作ったという風な感じですね。はい、それではいつも使っているハリオと比較していきたいと思います。
こちらがハリオで、こちらがコーノの。こちらもね、プラスチックの材質なんですけども、01と同じサイズになりますね。よく見ると、ハリオのこのリブって上まであるの分かりますかね。コーノというのはここ下にしかないのが最大の違いですね。その違いが何に現れるかというと、そもそもそのドリッパーのリブの役割というのは、紙フィルターとドリッパーの間に隙間を与えて、そこからコーヒーの液が流れるようになっているのがドリッパーのそのリブの意味合いとなります。なので、ハリオの場合、お湯を多めに入れると、その分横から出る量が多くなるので、流れが速くなる。よりスッキリした味わいになりやすいというようなイメージ。抽出される前に落ちてしまうようなイメージだから。ただ、コーノのドリッパーの場合だと、このリブのところからしか下に落ちないので、多めにこう入れたとしても、この部分でしか下の方に抽出されないので、なので、たとえ入れすぎたとしても、流れをある程度制御してくれるっていうのが、コーノ式。コーノのドリッパーは何をしようかとしていると、お湯を注いでいるときに、上澄みにある、雑味とか、特に焙煎したてのコーヒー豆って結構泡がブワーって出るんですけども、その泡が、雑味成分というふうに認識しているので、その泡の部分、上澄みの部分を下に持っていかない、下に落としていかないということで、リブは下の方だけというふうに設計されています。で、なので、その設計概念で言うと、入れ方にもね、特徴があるので、そちらはね、後ほど説明していきたいと思います。なのでね、ハリオさんの分は、味の表現を注ぎ型でいろいろ自由度が高いんですけども、コーノはそうじゃなくて、より安定した味を出したいがためのその設計になっているので、方向性がまず全く違うっていうのがありますね。なので、自分に適したドリッパーを使ってみるといいと思います。はい、それではね、実際に入れていくんですけども、その前に準備していただくものをご紹介します。まずは、ドリッパーはコーノさんの、ドリッパーを使って、サーバーですね。と、スケールがあればスケールを使ってください。で、なければ、サーバーもメモリがあるタイプの方がいいと思います。これは細口ケトルは必須ですね。で、もし可能であれば、こういったドリッパーをつけておくを用意すると、より公式で推奨されている入れ方に近いものができるのではないかというと思ってます。はい。レシピなんですけども、豆1対15で、抽出比率は1対15でいつも通りやっていきたいと思います。今回は豆を 20g 使って300まで入れるという感じですかね。公式のそのやり方を見ると、注ぐ量ではなくて完成量なので、いつもより若干違ってくると思います。普段ハリオで入れてる時はどのぐらいのお湯を注いだかというので見てます。コーノさんのドリッパーだとずっとお湯を注ぎ続けいるので、このまだドリッパーにお湯がある状態、落ちきる前にドリッパーを外すというやり方になります。なので、この完成量を見ることになります。完成量は少なめにした方がいいのかなとは思っていますね。で、ざっくり説明をすると、紙フィルター入れて、ペーパーリンスをして、コーヒーの粉を入れて、発酵の機器の粉を平らにしてあげます。そして、お湯を点滴のように一滴滴というか、ちょっとずつ入れていくんですね。30秒から60秒の間、ずっと入れていくような感じ。なので、細口ケトルは必須で、なおかつ、注ぎ方、慣れてないと、ブワーっていってしまいますんで、下から液が垂れるようになったら、真ん中注ぎでずっと細い感じでお湯を流して、コーヒーがね、サーバーの全体的に行き渡ったぐらいで、ちょっと勢いをつけます。で、勢いをつけた後に、コーヒーのね、上澄みにある泡を見ながら、それが下に行かない、リブよりも上にある状態、半分よりも上かな、にある状態をずっとキープしながらお湯を注いでいくようなイメージですね。で、ずっと連続で注いでいくというふうには書かれてませんけども、フィルターいっぱいになるまでもお湯を注ぐ。そして、それをキープするようなイメージなので、注ぎでもいいんですけども、極力連続注ぎの中で溢れそうになったら止めるようなイメージがいいと思います。で、サーバーをね、2つ用意してください。なぜかというと、ここにまだお湯がある状態で外すので、液がポタポタ落ちます。なので、それを受けるものが必要になってきますので、2つのサーバーが必要になってきます。ではね、実際に公式のやり方でコーヒーを入れていきたいと思います。
はい、それではね、実際に入れていきたいと思います。いつも通り紙フィルターに折り目をつけてセットしていきます。そしてペーパーリンスもしていきます。ペーパーリンスをすることで、このように下のリブがあるところだけ少し浮いていて、それ以外はダーッとくっついている状態にするのが、このドリッパーの紙フィルターをセットするやり方になります。はい、そしてね、本日使う豆は、エチオピアのスロードライという生成方法のコーヒー豆を使っていきます。最近これにハマってます。コーヒー豆は 20g 用意してます。蒸らしなしの入れ方をご紹介しているので、そしてコーヒー豆を入れた後にトントンと叩いて粉を平らにするそうです。はい、それでは入れていきます。スタートをして1滴ずつゆっくりと60秒かけてお湯を注いでいきます。これが蒸らしの役割になっているんじゃないかなと思ってます。とてもゆっくり入れないといけないので、細口のケトルは必ず必要になると思います。公式のやり方を見て入れているんですけども、いつものやり方と全然違うので、正直自信がないですね。写真と文章だけを読んだときはいけるかなと思ったんですけども、実際やってみるとこれがまた意外と難しいですね。はい、それでは1分経ったので、ポタポタから普通に注いでいきたいと思います。常にリブよりも上に液面が来るように注ぎ続けていきます。なので、下から落ちるコーヒーの量と同じぐらいの水量で注ぎ続けることになりますね。液面が上の方まで来たらサークルプアに切り替えて、常に液面は上にある状態で注いでいきます。この泡が下に行かないように注ぐんですけども、注ぐ勢いが少し強すぎたので今にも溢れ出そうです。連続注ぎでやりたかったんですけども、ちょっと一旦止めます。ただ止めたとしてもあまり下の方に行かないように、ちょっと液面が下がったらすぐに注ぎます。はい、300近くまで行ったので、ここで注ぎを止めて、すぐにドリッパーを外して残りのコーヒーが落ちないようにサーバーなどに移し替えておきます。さあ、どうなんでしょうか。なるほどね。なるほどね。はい、それではね、まとめに行きたいと思います。本日はこちらのコーン式ドリッパー、名門ドリッパーと呼ばれているやつですね、のドリッパーの紹介をさせてもらいました。で、入れ方は僕は普段入れている入れ方と全く違うので、果たしてそれが正しいかどうかというか、ね、公式に書いている文章と写真でご参考にして入れてみたんですけども、確かに、ちょっと難しさはあるとは思います。なので、初心者がいきなりトライしてみるのは少し難易度が高いかもしれないけども、ドリッパーの設計としてはより安定した誰が入れても同じような味になるような設計なので、こちらはね、ものすごいメリットがあるのかなとは思います。この味わいについてなんですけども、雑味が落ちない設計なので、よりすっきりとした味わいになりやすいというか、豆の特性はあるんだけども、雑味成分を下に持っていかないので、よりどちらかというと、コクが少ないとか、味が薄いとかいう風なね、印象を持たれる方もいるかもしれませんけども、余計なこの後味っていうのが比較的少ない味になる、ドリッパーと入れ方なんじゃないかなとは思いました。ドリッパーの特性を知るには、歴史を知ることでね、このドリッパーの特徴であったりとか、理念であったりとかの分かると思うので、歴史も説明させてもらいました。誰でも同じ味ができるように作られているってことですね。ただ入れ方は少し難しいかな。はい。なので、もし機会があるのであれば、コーン式ドリッパー入れてみたらどうですかね。世界的にやはりハリオさんのものが多いというのは比較的新しいっていうのもありますし、味の表現の自由度が高いっていうのもあるんですけども、自由奔放が好きなのか、安定性を求めるのか、どっちかですよね。なので、あなたの好みに合ったドリッパーが見つかるといいなと思っております。はい。ではね、今後もあなたのコーヒーライフがより一層楽しくなるように祈っておりますので、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝你看到最後。
如果你喜歡這支影片，記得按讚，還有訂閱我們的頻道哦。天使藍咖啡有銷售自家烘焙的咖啡豆和濾掛包，想了解更多，歡迎點開下方說明欄的鏈接。謝謝。